ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画は、勝てるチームに手っ取り早く生まれ変わる方法をお知らせしようと思います。限られた資源でヒーローを育成する場合、まんべんなく、すべての要素をレベルアップすることは不可能です。当然ですが、自分が受け取ったレベルアップ用の資源をライバルも受け取っていますので、その使い方を工夫することが重要になります。戦闘で負けるパターンとは、敵よりも自分のヒーローが先に倒れてしまう場合ですが、特に、敵からの1巡目の攻撃に耐えられるかが、ポイントになります。ヒーローウォーズの戦闘の場合、スキルの発動するタイミングが敵より早い場合もあれば、遅い場合もありますが、とにかく、敵のヒーローのエナジーが満タンになってからの、1回目の攻撃に耐えなければ、話にならないのです。体力ゲージは、緑色で表示されていて、横幅は一定ですが、これは残り体力の割合を表示しているので、体力が5万のヒーローも、10万のヒーローも、表面上は同じように見えます。しかし、体力の数値が低いヒーローの場合、敵からの攻撃を受けると、緑色の体力ゲージが、ガンガン削られていきます。目に見えて体力ゲージが減っていくヒーローとは、ステータスの体力の数値が低い、ということです。いくらダブルヒーラー体制で防衛を固めていても、基本ステータスの体力の数値が低ければ、強烈なパワーで殴られると、殴られたヒーローは昇天してしまいます。このゲームの場合、ヒーローが生き残っていれば、ヒーラーが体力を回復してくれますが、体力ゲージが崩壊してしまっては、いくらヒーラーが存在しても無意味なのです。そこで、勝てるチームに生まれ変わるために、グリフの体力を集中的にレベルアップする方法があります。多くの人が勘違いしているのですが、ヒーローウォーズのレベルアップ要素は、それがマックスレベルに近づくほど、その増加幅が大きくなります。勘違いというのは、グリフのマックス値はレベル50ですが、とりあえずレベル15までかな？半分のレベル25まで上昇させているからいいだろう、と思っている点です。これは体力のグリフが、どのレベルの時に、どれだけ体力が増加するかをまとめた画像になりますが、ご覧のように、レベル20なんて、レベルアップしたことにならない程度の増加幅なのです。おかしいなぁ、格上相手に全く勝てる気がしない。同じ総合パワーなのに、負けてばかり、という人は、決まって体力のグリフの育成を後回しにしているのです。この動画の概要欄に、グリフ育成の優先順位を解説したリンクを貼っていますので、それが参考になると思います。ただ、カーク信者の経験上、中盤と後衛に配置しているヒーローが真っ先にお亡くなりになっている人は、最優先でこの体力をレベル45程度まで、引き上げることをお勧めします。おそらく、見違えるように強いチームに変貌するはずです。特にカーク信者のようなチーム編成の場合、フェイスレスとヨルガン、マーサは、絶対にこの体力を引き上げる必要があるのです。なぜなら、彼らが真っ先に死亡すると、アスタロスの復活スキルを彼らに使うことになり、攻撃の要となるカークに、復活スキルを使えなくなってしまうからです。とても重要なことなので、繰り返し述べますが、体力のレベルを20や25まで上昇させても、ほとんど意味がありません。敵からの1巡目の攻撃をしのげないことには、何も始まらないのがヒーローウォーズの戦闘なので、総合パワーで勝る対戦相手に勝ちたい人は、この体力のグリフを全力で育てるようにしてください。そうすれば、驚くほど粘り強いチームに仕上がります。いくらヒーラーがいると言っても、体力ゲージが粉砕してしまっては、どうすることもできないのです。敵からの1巡目の攻撃を耐えきれれば、その先に勝機が見えてくるのです。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、グリフのレベル20が、これほど役に立たないレベルだと初めて知った人は、チャンネル登録を、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、
ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。